こんにちは、マリです。4月から新しい仕事を始めることになりました。勤務は週に1回だけなんですけどね、今からドキドキワクワクしてます。20年以上自宅仕事のフリーランスとして働いてきたので、すごく久しぶりの電車通勤です。私がまた満員電車に乗るのかなと思うと、もうそれだけでドキドキしちゃいます。どんなお仕事かというと、専門学校の先生です。お菓子の作り方を教えるんですよ。60年以上生きてきて、仕事もいくつかしてきて、単発で先生っぽいことをしたこともあったんですけどね。でも私は先生って柄じゃないなと思ってました。誰かと一緒に楽しくお菓子を作るのは大好きですよ。でも一方的に教えるという雰囲気ではないなって感じてたんです。それなのにどうして今回のお仕事を引き受ける気になったのかというと、それは娘に背中をドーンと押されたからです。家にこもって一人で何かやってるだけじゃなくて、もっと人と関わるのもいいんじゃない？そう言われて、確かにその通りだなって思ったんです。それに18歳ぐらいの若い子と関わる機会なんてほとんどないですからね。そういう子たちと関わったら、へえ、そうなんだって意外な発見がいっぱいありそうです。私の方が教わることが多いかもしれませんね。というわけで、これまでとは違う新しい世界に飛び込んでみることにしました。なんてかっこいいこと言っちゃいましたけど、本当はどうしようかなって結構迷ったんですよ。私にできるかなってね。でもね、ずっと前から決めてることがあるんです。それは迷ったらやってみるということです。迷うってことは、やってみたい気持ちもどこかにあるってことですよね。ならば難しいことは考えずにやってみよう、そう思うようにしてるんです。やらない理由ややれない理由はその気になればいくらでも思いつきます。忙しいとか、もう年だからとか、今から慣れないことをするなんてめんどくさいとかね。そう、いくらでも出てきますよね。でもそんな風に自分に言い訳して何もしないでいるのはもったいないと思うんです。せっかくチャンスをもらえたんだからやってみましょう。久しぶりの通勤で満員電車の他にもう一つ気になることがありますよ。朝はバタバタしてお弁当が作れないかもしれないなってことです。だからついでに丸ごと冷凍弁当を始めました。いつもの食事をこしらえたついでにお弁当箱にも詰めて冷凍しちゃいます。このお弁当は明日食べるわけじゃないですからね。昨日も今日も牛丼ってことにはなりません。食べるのは5日後かな、それとも2週間後かもしれません。ご飯を詰めて冷まして、ベーキングシートを敷いて牛丼の具をのせますよ。こうしておけば
牛丼のつゆでご飯がふやけちゃうなんてことにはならないです。大豆とひじきと人参のサラダ、固めに茹でたブロッコリーも入れて冷凍します。大きいかな。通勤の朝は冷凍庫から出して持っていくだけ。お昼までには自然解凍されてるし、電子レンジでちょっと温めれば美味しい牛丼弁当が食べられます。新しい仕事が始まると慌ただしくなりそうだから、家のことは今のうちにやっておきましょう。キッチンの手元照明のカバーが割れて、何かの拍子に落っこちてくるようになりました。軽いカバーだけど、こんなに長いものが落ちてくると大惨事です。新しい照明器具を探してるんですけどね、ピンとくるものがなくて決めかねてます。一旦取り付けたら壊れるまで何十年も使い続ける性分です。だから妥協せずに気に入るものが見つかるまでゆっくり時間をかけて探します。かといって蛍光灯がむき出しのまま使うのは悲しいし、眩しすぎますからね。家にあった材木で目隠しします。いつものように焦げ茶色の蜜蝋を塗ります。ちょうど良さそうな L 字金具をホームセンターで見つけました。応急処置だから固定はしません。今ある照明の隙間に差し込むだけです。うまくいくといいな。板に金具を留めるだけで完成です。間接照明の柔らかな明かりになりました。ちょっと奮発して麻の生地を買いました。大好きなオレンジ色のエプロン、同じ形のエプロンを作ります。新しいエプロンをつけてお菓子の授業をしようと思うんです。まあ着古して体に馴染んだエプロンで授業をしてもいいんですけどね。新米先生として頑張るぞと意気込みを込めて新しいエプロンをつけますよ。
何色にしようかなって結構迷いました。シックにちょっとプロっぽくチャコールグレーにしました。紐はスモークピンクです。私のエプロンといえばワンポイント刺繍ですね。決まってるわけじゃないんですけどね。刺繍の練習です。何の図柄にしましょうか。植物の図柄にするってことは決まってるんですけどね。どれも素敵で迷います。麦を刺繍してみました。麦の方がふっくらしすぎちゃったけど、刺繍は初心者ですからお許しください。きっと次はもう少し上手に刺せるようになりますよね。さて、ここで私のエプロンファッションショーです。張り切って撮影したのにピンボケですね。ごめんなさい。ついでに作ったスモークピンクのエプロンもつけてみました。刺繍はまだしてませんよ。どこに何を刺繍をしようかゆっくり考えます。おっと、今日の本題はこっちのエプロンですね。このエプロンをつけてどんな生徒さんに会えるのか、一緒にどんなお菓子を作ろうか、楽しみです。小さな庭に春の花が咲きました。去年の秋に植えた球根の花が咲いてくれましたよ。これは千代のどくさかな。ムスカリ、スノーフレーク、花ニラ。アジサイの葉は日増しに大きくなってます。アナベルの新しい葉っぱは翼みたいですね。ゼラニウムのつぼみが膨らんできましたよ。切り戻した金魚草がまた咲きそうです。よかった。今年の桜は通りがかりに見上げただけでした。雨が多くてお花見はしそびれちゃったけど、桜餅を作って春の気分を味わいましょう。アレンジして桜あんを使ってみます。白あんに桜の葉のみじん切りを混ぜて、ビーツパウダーでほんのり桜色に染めます。お餅は色付けせずに白いままでいきますよ。道明寺粉にお砂糖を入れて、
熱湯を加えたら蓋をして10分蒸らします。そうそう、桜の葉の塩漬けは水に浸して塩抜きしました。ふやかした道明寺粉を電子レンジで2分熱したら蓋をしたまま15分置いておきます。かき混ぜて少し粘りを出しますよ。手水をして8等分した生地を押し広げてあんを包みます。あんがはみ出さないように包めればプロみたいでかっこいいですけどね。桜色のあんが透けて見えるのも悪くないと思いますよ。春ですね。新しいことが始まる季節です。いただきます。私も新しい自分に会いに行きますよ。